はい、皆様、明けましておめでとうございます。みえちゃんです。今年ね、最初の風沼セラピーの配信です。昨年ね、この風さんのね、シリーズを始めてからね、もう思いがけず、ご好評いただきまして、おかげさまでね、チャンネルの登録者様がね、1000人をだいぶ超えまして、もうびっくりしております。本当にありがとうございます。というのもね、私はね、普通の風さんのファンっていうよりも、精神的な同志だと思っておりますのでね、ちょっとね、とっつきにくいね、内容でもあるかと思うのですけれども、思いのほかね、皆様からの反応がね多くて、思い切ってね発信して本当に良かったと思いました。これからもね、風さんの伝えたいね真意を汲み取って皆様とシェアしていきたいと思っております。そしてね、本年もね藤井風さんの音楽とともにね、皆さんが幸せなね日々を送れる一年でありますようにお祈りしております。どうぞよろしくお願いいたします。またね、昨年暮れにはね、韓国のね旅客機事故があってね、たくさんの方が亡くなりましたね。韓国はね、風さんもね、ソウル公演でねお世話になったところですね。この場をねお借りして亡くなられたね方々のご冥福をお祈り申し上げます。去年のね暮れのねアジアツアーファイナルのねソウルのライブではね、風さんFeeling Good のねトークがね可愛かったですね。I can see you wherever you are、 あなたたちがねどこにいても見てるよと。これはね日産ライブの時と同じですが、その後がねBecause I'm putting my contact lenses、 だってコンタクト入れてるもんなんてねお茶目に言ってましたね。受けてましたね。ああいうところがね風さんはいいですね。さてね、昨年のクリスマスにはねブルーレイ CD をね皆さんゲット。そしてね大晦日にはねニューヨークからのね満ちていく生中継ということでね、もう風民にとってはもう気も狂わんばかりのね喜びに満ちた年越しだったわけですね。そしてね、私もねこの CD とねニューヨークからの映像を見ましてね、もうびっくり仰天しましたよ。もうニューヨークだったかってね、そう来るかとね、見終わってからもうやっぱりね、風さんの正体はこれだったんだっていうね、深い気づきというかね、思うところがねたくさんあったので、それをね今日はシェアしたいと思いますね。ニューヨークのね映像のね風さんね、もうニューヨーカーって感じでしたね。ロングコートがかっこよくてね、なんてハンサムなんでしょうね。っていうかなんか美しいよね。本人はね自我がないからね、服装なんて気にしない人だからね、スタイリストさんがね選んだんでしょうけれども、ああいう自然なコーディネートがね風さんは一番よく似合いますね。あれ見てね私はもう即座に思ったんですよ。ああ、この人はもう十分世界でねやっていけるってね。初めね座ってた部屋もね、あれ1950年代頃かなの設定でね、私がちょうど幼い頃の記憶にねうっすらとあるような世界でね、とっても懐かしく感じましたね。外に出るとね、ギターの名手のねデュランさんがねいたじゃないですかちょっとね若くなったジョニー・デップみたいな顔してね、ストリートパフォーマーしていて、風さんお金をねパッとあげますね。はい、ここで金銭欲手放しですかね。そしてね過去の象徴であるねアルバムもねカバンも手放してね、満ちていくのねミュージックビデオにも出てた坊やにねマフラーあげちゃってね、
執着を手放して、そしてそこにねおなじみのヤッフルさんはじめ盤面の皆さんがいますね。その方たちともね離れて、で一人でリフトちょっと怖かったね。で上に行きますね。そして屋上でね摩天楼のね向こうの光を浴びて、もう神の光ですね。そしてね最後にね死ぬのがいいわの時みたいにねエゴが死んで倒れます。この倒れたのは半分寝そべり紅白の意味もあったんですかね。皆さんどう思いますね。そして風さんはね最後にね今年はどんな年にしたいんですかとかなんか聞かれたのかな。でその時に皆さんが幸せであればそれでいいですとね言ってましたね。これなんですね。はい、風さんはいともね自然にねシンプルに本当の祈りとは何か教えてくれたわけですよ。ね皆さん新年だから神社とかねお寺に行ってお参りしますよね。その時にねまあほとんどの人はね自分や家族の幸せを願いますよね。まあ当然ですよね、合格祈願とかね。だけどそれがね肥大しちゃったのはね引き寄せの法則とかいうものがあるんですね。でねこういう祈りっていうのはね一つね注意が必要なんですね。こういう祈願っていうのはねまあ言ってしまえば自我のね要求なんですね。つまり物欲の世界、自我の世界ですね。だから自我っていうのはね二元ねつまりね相対的な世界にいるのでコインのね表と裏のような世界なんですね。例えばね善と悪とかね、健康と病気とか、金持ちと貧乏とかね、上と下とか、高級と低級などなどなんですね。だからね良いことを願っても必ず同時に悪いことも来るんですよ。だから風さんもねいいことも悪いことも味わって生きようねって言ってますね。良いことだけをね引き寄せることは相対的な世界にいる間はできないんですよ。だからね最悪お金が来てもね同時に病気も来ちゃうとかね、ちょっとそういうね可能性はありますね。だからねなんていうかなだから風さんのようにね全ては一つの世界ね、もう相対性のない世界、つまり真我で生きていると自分のことはね願う必要はないんですね。これはねいいとか悪いとか自己犠牲とかね道徳的な意味じゃないんですね。ただただ本当にそうだからです。それでね風さんはドキュメンタリーでねいくつかとっても重要なこと言ってますね。自分はね自分を我を出してやるタイプではないと、まさにねその生き方はね我を取っていく世界、引き寄せなどとはね真っ逆さまな世界なんですね。で私がいつも目指す世界でもあるんですね。だからねみんなの幸せを願う、これが慈悲心なんですね。それだけでねもう自分のことは願わなくていいんです。なぜなら全てが自分だからです。一つのね大きな自分で生きてるとそうなります。みんなの幸せを願えばそれが自分の幸せなんです。でねどうしてもね何かね自分のためにお願いしたいんだったらそれに添えてね同時に全ての人や万物のためにね祈るといいんじゃないかなって思うんですね。そしてね今自分がこう生きていることへの感謝ですね。それならね多少自我もね薄められるんじゃないでしょうかね。私だってこんなこと言ってますけどね恥ずかしいんですよ。私だって数十年前までは宝くじ当たりますようにって言って祈ってたんですよ。
でも今ではね、自分のことは一切願わなくなって久しいんですけどね。はい。そしてね、このブルーレイとねニューヨークからのね紅白を見てね、風さんはねやっぱり菩薩様だったと、いつかねキャスティングコールのところでもお話ししましたけど、もうやっぱ思った通りの人だったとはっきりと分かったんです。でね、そしてね、自分が学んできたことと風さんの世界が全く同じであったことをね改めて知って、もう大変嬉しかったんですね。でそもそもねなぜ風さんがね菩薩様かと言いますとね、CD のねドキュメンタリーで風さんがね自ら明かしてますね。はっきりとね言ってました。もうね自分一人では全ての人をね一人一人ね直接助けには行かれないからね、それぞれがね自分の内側の光に気づいて生きてくださいみたいなこと言ってましたよね。これがね風さんが自分の曲とかねいろんなことで伝えたいただ一つのことなんですね。そしてこのことがねこのドキュメンタリーでは最大のポイントなんです。なぜならそれが風さんの菩薩としてのキャスティングコールなわけなんですね。この内側の光っていうのが真我の光ですね。満ちていくのね、明け放つ胸の光っていうとこありますね。それに気づいてくださいって言ってます。でそれはね大きな大きな一つの光から来るものですね。私暮れにカップヌードルで説明しましたけど、真我のね大きな愛のスープの中にみんないるわけですね。風さんはそれが私がスープって言ってるのを光って言ってるんですね。すいません、私食いしん坊丸出しでスープなんかに例えちゃったけどね。私の好きなクリシュナムルティはね、世界はあなただ、あなたが世界だと言いましたが、それがね風さんが生きている全ては一つの世界なんですね。そしてその世界にいるのが菩薩です。はい。菩薩はね全ての人を苦しみから救いたいんです。それを慈悲心と言いますね。でなぜならね自分はその苦しみのもとを知ってるからなんですね。で風さんはその苦しみの原因がわからないでもがいている人たちを目覚めさせるために曲を書いているんです。だからもう苦しみの原因である自我が落ちるようになってるんですよ。落ちる歌詞の設定になってるんですね。だからね単なるミュージシャンを超えてるんです。自分がね目覚めていて目覚めてない人を救いたいって願う心をね菩提心って言います。菩提樹の菩提ですね。お釈迦様がね悟りを開いたのが菩提樹の木陰ですね。そこから来ているんですね。まさにだから風さんは菩薩様っていうことですね。だからね神様からねキャスティングコールをされた風さんがね自分もキャスティングコールをして自分と一緒に苦しんでいる人を救う、つまり愛を広げていくキャストを募っていたんですね。そしてねさらにねドキュメンタリーでねもうメガトン級のね発言をしてましたね。自分をね動かしているのは大きな存在であると。本当に私この人には感心するんですけれども、その菩薩作業をねしている自分を動かしているのも自分ではなくて真がね本当の一つの自分って言ってるわけです。だからね私たちもねそのコールを受けてねみんなでね今年も愛をね広げていきましょうね。はい、今日はねここまでです。今回のねサムネねビルボードにねビルボードっていうのはビルを飾る大きな看板ですね。そこにね風さんの写真が載ってるという設定で作ったんですけど、こうやってね風さんの写真がね
海外のビルにね大きく乗るような時が来るようにね、これからもね風さんを応援して支えていきましょうね。はい。じゃあ皆様ね、寒いですからお体気をつけてね。また次回お会いしましょうね。さようなら。ありがとうございます。